ピングカー DIY3 日目です。もうね、普段見てくれてる方は気づいてると思うんですけど、今回はいつもと場所が違います。一応ね、三重の倉庫でキャンピングカー作るつもりだったんですけど、今年の梅雨はなんか 2,3 週間前ぐらいからもう梅雨入りするっていう、今もう梅雨入りしててめちゃめちゃ雨降ってるんですけど、このキャンピングカーの防水処理とかをしっかりするまでは室内で作りたいなとは思ってて、三重の倉庫だとトラックでキャンピングカーを積むと倉庫の中に入れないので、こういうトラックごと入れる高さのある倉庫を探してました。それで常滑のこの大きい倉庫を借りることになりました。なんで常滑かっていうと、最近僕秘密基地 DIY の疲れを古民家 DIY で癒すっていう DIY 三昧の暮らしをしてたんですけど、常滑で古民家カフェを作ろうとしてる方がいて、そこの DIY の手伝いというか、よく遊びに行ってて、それの関係でここの倉庫を借りることができました。協力してくれた方、貸してくれた方、本当にありがとうございます。ということで、もうトラックも入ってて、多分キャンピングカー積んでも全然高さもあって、入り口もでかいので、もうここでキャンピングカーをしっかり仕上げていきたいと思います。いや、それにしてもね、めっちゃ広いです。いつかはこんだけ高さのある広さのある倉庫が欲しいなと思いました。でもうここちょっと見えてると思うんですけど、この土台とか床は三重県の秘密基地で作ったんですけど、この辺も全部持ってきました。ということで、キャンピングカー DIY3 日目スタート。この辺ね、設計図みたいなのも書いてきたんで、とりあえずこれ通りに木材をカットしていきます。この辺のね、細かい設計図みたいなのもブログとかで後々公開していくので、気になる方は見てみてください。一応 YouTube ののんびり部屋チャンネルの方でもめちゃめちゃ細かく全部ナレーション付きで解説していこうかなと思ってるので、またその辺はコメントで全部公開お願いしますとか、ちょっと応援していただけるとやる気出るんで、その辺はお願いします。意外とね、同じ長さに見えてもちょっと1センチとか 1.5 センチとか違う時あるんで、しっかり確認してやった方がいいと思います。基本的に182より小さいことはそんなにないんですけど、183とか 183.5 とかあるので、ドンピシャでやりたい方はホームセンターで測ったり曲がってたりとか、そういうのも見た方がいいと思います。一応1本1本見て、今日は30本ぐらい買ってきました。ちなみに今回は 2x 材も買ってきました。初号機の時は3センチ4センチ台で全部柱を組んだんですけど、今回は柱の隅のとこだけ 2x 材を使ってちょっと強度を出そうかなと思ってます。本当はね、全部この 2x 材で枠組みを組みたいんですけど、1トントラックといえどやっぱ軽量化、運転するのでなるべく軽量化したいということで、3センチ4センチ材メインの角の柱だけ 2x 材を使う感じでやってみたいと思います。で 2x 材の厚みがこれ 3.9 センチなんですけど、この4センチの方と、ほぼ一緒なので、一応これは同じ厚みとみなして断熱材も4センチを入れていきます。前回のキャンピングカーもこう溝を掘って組んだんですけど、前は3センチの方を柱の厚みにして断熱材を3センチのやつ入れたんですけど、今回はちょっと強度も出したいし断熱性能も上げたいので4センチの方を柱の厚みとして使います。なのでこっちに2センチの溝を掘って、こっちも2センチの溝を掘って組む。で柱の厚みは4センチになる。で 2x4 材を角っこに置くので厚み4センチの柱ができるみたいな感じです。
では早速枠を組んでいきます。この部分は突き出し部分の床面になります。1日2日目編の土台を作るときは断熱を同じサイズにしたのでカットも簡単でした。壁も同じサイズにしようと思ってたんですけど、今回は窓を買ったり木窓の数を増やしたりとちょっとねやりたいことも多いので、断熱材のサイズはバラバラでもいいかなということで地道に切っていこうと思いました。 DIY するにあたっては同じサイズで柱も同じ間隔の方がやりやすいんですけど、見た目的というか自分がこの窓を設置したい場所に設置した方がいいということで、そちらを優先して断熱材のサイズはバラバラになります。バラバラといっても断熱材の半分の 45.5 センチの部分を増やしたり、なるべくカットがしやすい無駄がない方法で考えました。この床面とかは窓をつける場所ではないので断熱材のサイズは全部同じになります。前回はここの溝を掘った部分をヤスリかけたりめっちゃ綺麗にしたんですけど、実際ここくっつけるのでそこまでめちゃめちゃ綺麗にする必要はないと思います。ちょっとねこう凹凸があった方がよりくっつきやすいので。とりあえずこの前の部分と運転席の前の方の部分と後ろドアになる部分も刻んでいきます。この運転席の前の部分はこの 2x4 材を角に使っていきます。一応ねこの突き出し部分になるところの柱、下の柱なのでここは強度を出したかったので 2x4 にしました。はい、3日目ラストの組み立てです。本当はねこの横のパネルも設計して今日一気にやろうかなと思ったんですけど、ちょっとね横のパネルは昨日設計図全部決めれなかったので今回はここまでやります。でこれ終わったら今日も横のパネルの設計やって、で明日横のパネルとかも組み立てていきます。一応組み立て方としてはもう窓の位置とかを決めて外壁がぴったしこう変に切らなくてもいい、ちょうど1234枚目のところで窓の枠が来るみたいな設計していこうと思ってます。もうね頭パンク寸前なんですけど、もう設計さえ終わっちゃえばあとはもう天国 DIY の時間なので頑張ります。設計もまあ意外と好きなので楽しみながらやってます。じゃあここ組み立てます。本当に作業効率が爆上がりしてます。なんかずっとこの溝掘り作業とこの同じ作業をやりすぎてテンションがハイになってきました。 DIY ハイ突入です。い
や、なんでねこのミスをしたのか分かんないですけど、一つのこのパネルが設計ミスだったんで、ここが運転席から小屋が見えるようにここアクリル板を貼ろうと思ってたんですけど、この位置が全然違ったんで、ちょっとここだけカットして場所を変えます。あと最後に横パネルの設計をして今日は終わろうと思います。明日はねもう一気に全部パネル完成までいけたらいいなと思ってます。はい、おはようございます。キャンピングカー DIY4 日目です。昨日はもう寝るギリギリまでずっと設計図を考えてて、今日の朝は少しまとめてなんとか完成したので、今日は横パネルを作っていきます。なので柱の枠組み全部完成まで4日目ですけど行きたいと思います。あとはね合板とか外に貼るそういうサイズをちょっと寸法して、それの断熱材と外に貼る合板の買い出しまでいければなと思ってます。3センチ4センチ材の3メートルのものも何本か買いました。本当はね全部この長いので組みたいんですけど、ちょっとねこの長いのはね反ったりもするんで、ホームセンター売ってるホワイトウッドの182センチの木材を中心に使って、それとそれを重ねたりしながら何本か長いのも入れてみます。本当ウッドショックをホームセンターの方にもやっぱ影響が出てるみたいで、これももうだいぶ少なくなってました。なんとか買えたんでよかったです。こっちと半分ずつやって最後両側くっつける感じです。この壁のもう一面やります。4日目終わりです。なんとかね横パネルもできて、一応枠組みの全部のパネルができたんで、今度これをこの土台にくっつけて箱に乗せていきます。ちょっとねこれ全部はね一人で持ってないかもしれないんで、この日は友達に来てもらうかもしれないです。いやー今日横一面でもう帰ろうと思ったんですけど、なんとか全面できてよかったです。明日は友達がやってるバーの改修内装工事をちょっと誕生日プレゼントということでやるので、もう今日は帰ります。なので明日はキャンピングカー DIY はオフです。こういうキャンピングカーとか DIY の疲れを DIY で癒すようになってきました。疲れたら常滑の古民家 DIY して、キャンピングカー DIY して疲れたら友達のバーの内装工事をやります。内装工事といっても壁1面2面みたいな感じで壁を板張りしていく感じで、のびり部屋チャンネルとかで公開するかもしれないです。やっぱねこういう高さがある倉庫がめちゃくちゃ欲しくなりましたね。こういうキャンピングカーとか
ハイエース DIY とかいろいろバンライフ DIY する時とかもやっぱ中であるとすごい楽だし、あと車中泊とかもねできるんでね。最後までご視聴ありがとうございます。4日間にしてはいいペースで進んでるのかなと思います。次回は枠組みを組んで断熱材を入れるところまでやっていけたらなと思ってます。このチャンネルではキャンピングカー作りはもちろん秘密基地作りや山開拓なども公開してます。ちょっとでも気になった方はチャンネル登録お願いします。なるべく金曜8時金8に動画公開を目標としてますが遅れることもあるのでまた覗いてください。